はい、こんにちは。こんにちは。心理セラピスト、ネイリストの吉住香織です。接客講師と心理セラピストといろいろやってる友坂です。いろいろやってんだもんね。このチャンネルでは悩みがある人、悩みとまではいかなくても物事がうまく進まないなって思ってる人へのヒントになればいいなと思いまして、セラピストと我々の経験からの視点で、お話できたらなと思っています。はい。では、今日のお題は依存と執着。依存と執着。恋愛とか、タバコ、お酒、いろいろあると思うんだけど、根底にあるものって、例えば依存意見とかね、自分の判断力とか、行動するために、これどうしたらいいだろうとか、こう思ってるんだけどどう思うとか、っていうことの答えごと丸ごと人に依存する人いるでしょ。そうだね。もう答えをもらわないとできない、自分で答えを出せない。なんか昔、上司がどういう方向性を向いてるのかわからないと話したね。動けないかったっていうのがあるんだけど、それもそうか。仕事の仕方とかっていうのであればね、それはあれだけど、もちろんその企業はその行動指針っていうものがある程度こう示してくれないと見えない部分があるじゃない。それだとちょっと分かりづらいかもしれないから、自分個人の行動あなたが決めればっていうことも人に聞いて、よくレストランで何食べたいもそうだし、それはね、別にちょっとできなくても別になんてことはないシーンではあるんだけど、じゃあいつも何でもいいっていう人を誘ってね、相手は楽しいですか？そう例えば、恋愛だったらデートとか、この子はどんなものが好きなんだろうとか、そういうものを何にも考えないで思考停止して、全部あなたに任せるわってやられちゃうと、正直ね、つまんないんだよね。そうだね。なんかコミュニケーションが放棄してるのよ。なってないよね。そういう人って何が辛いか。何が辛いかっていうと、でも、あれ食べたかったのにって寝るかもね。本当は私あれが食べたかったんだけどみんなに合わせちゃったなみたいなっていうのもあるね。それもあるね。それはじゃあなんでその人がそう言えなかったのかっていうところが問題なんだよね。言ってもよかったのにで言えなかったってなる。じゃあなんで言えないのか。私がこれ欲しい、これ食べたいっていうことってわがままなんじゃないかとか、あと両親とかね、家族の中で常にお前が何食べようとか関係ないと、俺はこれが食べたい、お父さんの意見が最優先されるとかね、尊重されてきてないわけよね。あなたは何食べたい？お誕生日プレゼント何がいい？親からしたらそんなものって思うものをね、欲しいって言ってもそれを尊重してもらえなかった。そんなもの、親が納得するものしか与えられなかった。そういうことを繰り返していくと、私が欲しいものを求めても却下される。却下されたら傷つく。もうその傷つくのは嫌だから言わないって決めちゃったね。そうね。それは依存と執着ってそもそも自分の意思決定を他人に委ねるってことよ。で、自分にはその意思決定をする力がないから人に依存するんだよ。執着はそこにこだわり続けるのね。決めてくれる人が、導いてくれる人が、引っ張ってくれる人がいないと、自分は自分でありえないと思ってしまう。そうでしょ。そうすると自分の存在自体もすごくあやふやなものにしてしまう。でもそうすると愛されないじゃん。その人の個性ないんだから。そうだね。透明人間なんてなっちゃうでしょ。依存って怖いね。怖いね。存在そのものだもんね。結局人ってなんかわがままな人嫌だけど、でも主張のない人も嫌なのよ実は。そこで気がついてない人が多くて、本来は
もっと言っていい、叶わないこともあるんだけど、叶うこともあるのよ、どっちもあるので、それは叶わなくても、自分は否定されたわけではない、そこで多数決で、中華かイタリアンかっていう時に、中華の方が多ければ中華になる、じゃあ次はイタリアン行こうねとか、でいいじゃん。そうね、別に一生行けないわけじゃないもんね。そうなの、そうなの、あなたが選ぶものを、あなた自身を否定したいから却下になったわけじゃないってことに気がつく、それはやっぱそこは自己重要感だし、もう一方でさ、私には意思決定する力がないと思ってる人、なるほど、そうさっきの人とはちょっと違うんだよ、そうだね、意思決定する力がないから、私は決められない、だから誰か決めてっていう人は、例えばあなたは何も考えなくていいからお母さんの言う通りにこの学校行きなさいとかね、親の夢を叶えさせられる道具にされてるとかね、お母さん女優になるの夢だったから劇団入りなさいとかあるじゃない。そうね、お母さん英語を話せなくて、とっても劣等感を感じてたから、自分の子には英語とかって言って、英語尽くしの毎日にしちゃったりとかね、親の自己肯定感を高めるための道具にされたり、親が安心したいがために、子供の気持ちを無視される、そうすると自分の意思は尊重されない。そうだね、で、まだそんなこと考えてとかってこっちに生きていかないと、ろくな大人になれないとかね、あなたはまだ未熟なんだからみたいな、子供の成長を叩き壊す親、いつまでも子供でいてほしい、親の庇護下であることで親が安心するタイプだと、やっぱりいつまでも大人になる、大人になってるのに大人になる、誰かに導いてもらって指し示してもらわないとできない。タバコとかお酒とか恋愛依存もそうだけど、それなんだよね、自立する力がないって刷り込まれてるんだよね、だから自分で固い意志を持ってこれはやらないとかできない、依存しちゃう。そうね、そう、自分の一人で立つ力がないって思っちゃってるところが依存しちゃう。なんか私はそれをずっと思っていたけれど、自分ではあんまり気づかないというか、そうね、この私が持ってた、ずっと長いこと悩んでいたのが、いつも箱に入らなんていうんだろう、守られちゃうんだよ、すぐに先回りするんだよね、親がね。だからそれのずっと場所を変えてでも、なんかね、安全なところにスポンって入って、自分で意思決定しているようでいて、できないところに入っちゃう。自覚ないのよ。自覚ないの。だから愛されてるじゃん、それって。そうなの。よかれと思ってやられてる。そうなの。まあ親も守ろうとしてやってる。そう。だからみんな守ってくれてるから、って思うんだけど、やっぱり体と一緒で成長したいわけじゃん、心とかも。だから大人なんだけど、体とかこう外見的には大人なんだけれども、大人の話というか、決算とかさ、なんか大人っぽいな。そう全く入ってこないというか。そうね、不動産買えないよね、きっとね。だから分厚い契約書で買い説明書とか読んで、買い方が分からなかった。今は薄れてきたから、もしそれが来たとしても、誰かこう一から教えてくださいってちゃんと言って最初話してもらって、それを一回聞いたら、もうあと何人かに聞いた方がいいかなとかっていう判断はできるようになってると思うけど、省かれるんですよ、大人の話から。なんとなくやっとくからとか言われるタイプで、ずっとこの部分やっとくからって言われるから、じゃあできないですっていうものを見せてるんだよね。そうだね。だから自然にこの子できないからやらせちゃいけないって周りがサポートしてくれるんだけど、それでリーダー気質であるから、こうリーダーなんだけど、その部分をみんな周りがやってくれてて、で分からないとも言えるタイプなんですよ。だからそう分かんないって言うと、じゃあやっときますって言われるじゃん。やっとくからって言われるから、じゃあケツが決まったら
言ってくれっていう。いやただね、自分の苦手な分野を人に頼ることができるっていうことはいいことなのよ、それは依存と執着とはまたちょっと違う、依存と執着は自分で決めなきゃいけないことも人に任せちゃうわけだからそこは責任感がなかったんだよね、リーダーとして。だからそれ仕事だからまだいいのよ、個人のことよ。まあ確かにね。私この人と結婚していいと思うそれはちょっとそうでしょ、わかりませんよみたいな。周りの人に決めてもらうっておかしいじゃん、ね、あなたはどうしたいの、彼は愛してるのっていうところじゃん、だけど分かんないと思う。そうなのよ、だから周りに聞くの、で聞いて占いとかね、そうでうまくいかなかった、人のせいにしたんだよね。だってあなたがいいって言ってからそうだね。これは本当にこう言葉にすると責任感がないと思う。自分の人生に責任を持ってないのよ、そうどうしたらいいですかって、で執着されやすい人がいる。ねえ聞いてってずっと悩みをグズグズ言う人にまとわりつかれるタイプの人。私今そんなことがないと思う前知り合いからっていう人にすごいこう言われる。だから一生懸命ねその人のためを思ってアドバイスをしてもその人一向に解決しようとしないのよ。だからイライラしちゃうって言って、これね共依存悩みを解決したくない、悩んでいる、誰か助けて誰か私に指示をしてって言ってる人、もう一人は誰かに頼られたい人。頼られたい人ね。そうか、その相手ね。そう、頼られることで自分の存在価値をあると思いたい人がくっつくのよ。なるほどね。呼び寄せちゃうのね。そしてこの人は聞いてくれる、自尊心満たされる、こっちは依存したいから、つながっているためには常にその人に執着し続けないといけないし、依存し続けない。そうだね、解決しちゃうと離れちゃう。それは怖い話。なるほどね。聞いてる人も聞くことが存在価値、自分の存在価値だから頼られるっていう存在価値だというふうに勘違いしちゃう。そうね、別に人に頼られなくても私は私って思えてる人はそこそこのとこで線引けるのよ。そうだね。いやそれはあなた自分で考えなさいよってさって言えるわけ。そこは私が考えるところじゃない。アドバイスはここはするけど、そこまでは考えられないよ。自分でちゃんと考えなさいってちゃんと言えるのよ。そうってことですよね。だからどっちもね、される側もしてしまう側も自己重要感を改善するセラピーが有効だし。そうだね。一番早い手っ取り早いのはね。で自分が決断する力がない、自立する力がないって思わされてる人は、それが実はできるんだっていうことを自分でその力があるってことを自覚したり取り戻したりするセラピーをすると改善する。そうだね。結局自分のなんか愛されて表面的に表面的じゃなかったとしても愛されてて結果そうなっちゃってたじゃない。でもそうしていれば愛されると思っちゃった。そうそこがイコールになっちゃってた。じゃあそこから抜け出して、私は自立しますって言ったら愛されなくなっちゃう、守ってもらえなくなっちゃうっていう不安が起きる。そうするとそこに居続けないと怖くて出られなくなる。実はそんなことはないんだよね。でもそこに行ったらいたで何が起こってたかというと、やっぱり成長したいんだよね。そう、人はね、本能的に成長したいのよ。でやっぱ心と体がこう一緒にしていくっていうことが理想だから。そうね、健全なね。ずれていくとやっぱりこのずれの大きさによってモヤモヤじゃないけど、だから30代後半から40代50代の人が結構心理セラピーに来るのは、そのアンバランスさがもう限界来てるからなんですよね。そうだね。まださ20代とかだとさ、まだほら成長範囲じゃん。そうだね。だからまだ未熟なとこがあっても、まあそうだよねって、これから頑張ればいいやみたいな思えるところがあるけど、いやもういい大人だよねって、いい大人がこんなことしてていいのみたいなことが出てくる。で10代20代ってこうなんか繰り返しなってても1回転ぐらいじゃん、繰り返しが。だから
まだね、あんま気づかないんだけど、30代40代とかになってくると繰り返しがおやおやなってくるから、おかしいぞこれっていうふうになってくるね。で、今まで守られてきて自立しないでいることで安心だったっていう世界しか見てないじゃん。人って何が怖いかって知らない世界が怖いんだよね。まあ確かにそうだね。そう、お化けが怖いのも宇宙人が怖いのも知らないからな。そうだね。分からないものが怖いのよ。っていうことは自立してない人は自立した後の姿が分からないんだよ。ああ、そうだね。分からない。そう、だから怖いの。怖いね。そう。じゃあどうしたの？自立をセラピーで緩めていくと少しずつ心が自立していくでしょ。そうね。いきなり急回転してポンって自立してってことはなかったでしょ。ない。成長のセラピーはほんと長期戦。ちょっとずつ私にはその力がね。そうそうそう。これができた。これがいるんだ。こういうことできるんだ私にもっていうのをセラピーを受けながら体感していく中で、セラピーの長期戦っていうのが、セラピーを何回も何回も受けなきゃいけないんじゃなくて、1回受けて、感じる。その生活の中で、ここが考えが違ってきたとか、なんかね、見えるようになる。そしたら今まではこっちにいた時はさ、見えなくて体感できない、ただ怖いだけだった。だけどちょっとずつそういう体験を繰り返す。大丈夫。大丈夫だってなるわけじゃない。そういう風な仕組みになってんだとかさ、だんだんそれが楽しくなってきましたね。そうすると自然に親子関係も変わってくる。そうだね。親って何が幸福？親はさ、自分が子供を産んで育てて、私すごい心配性だった。そうなの？って言っちゃった。今全然心配で子供の心配が本当に辛かった。なんでこんなに心配でもこれ私ね、母親がやってたことをね完全にモデリングしてたのね。母親もアニーのことすごく心配だった。で、目につくんだよね。確かに自分と違うタイプの子供の性格だったりすると予測つかないから心配なんだよ。怖いよ。自分と似たタイプだったらこういう感じでいくだろうなみたいなのが見えてくるけど、全然タイプが違うとこの子どうなっちゃうんだろう、こんなこともできない、あんなこともできない、そればっかり見えてくる。そうするともう心配で先回りしてもう全立てしちゃう。そうすると自然に子供の自立する力を奪うんだよね。そうね。心配だからやってんだけど、自立する力を奪って愛してるからね。愛ゆえにですよね。そうすると本当に何もできない子に育ってしまう。私は子供が不登校になってはっと気がついて、私自分のその心配になるっていう部分をセラピーして変えたんです。だからすごい心配しなくなった。この子にはこんな力がある、すごいって思えるようになったから、すごいもうね心配がなくなって、すごい私も楽になったんだけど、そうするとさ、やっぱ子供もさ自信を持ってくるんだよね。そうだね。だって親が自分を認めてくれるってやっぱり大きい。やっぱさ、子供だから余計成長したいっていう、できなかったことができるようになることの楽しさの塊じゃん。そうだね。それをいつまでもあれができないこれができないって重箱の隅つくようにさ言われてさ、心配してたらどうせ僕は何もできないってなるけど、これできたねとか、すごいじゃん、ママよりできるとかってやってると、しょうがないな、ここは俺やってあげるからさみたいにどんどん頼もしくなってくる。そうすると自分には親よりできる部分があるんだとかね。親ってさ、私は子供いないからね、かおちゃんに聞くけど、親って親よりも子供ができる部分が多くなったりとか、できたら怖い。それさ、親が子供に依存してる場合は多分怖いと思う。なるほど。そう、子供のいつでも頼れる存在でいることで自尊心満たしてる親は、子供が成長して自分から離れていったら怖いんだよ。そうだね。ここが自尊心の。ね。あれだもんね。だけどそこはちゃんと一線を置いて、
お母さんがお父さんが自分の人生をきちっと生きてて、子供がちゃんと育って自立していくことを手放しで喜べるぐらい人個の人間として別として扱っていれば嬉しいの。そうだね。母でも離れたってなる。そう。子も自立をちゃんとできたってことだもんね。そう。そうだね。もちろん親だからさ、多分死ぬまで心配は続く。まあね。そう。だからうちなんてダウン症の子がいて、頭の中はね5歳程度しかあれだし、だけど昨日5時間お留守番ができた。一人で。やっぱ心配よ。そうだよね。そう。ガスコンロもちゃんとかけてさ、ね、外出ちゃダメよって言ってお約束をして、ね、時計の針がこれぐらいになったら帰ってくるとかね。で困ったらここにお電話して、ちゃんとそういうのやった上で帰ってくるね。頑張ったらアイス買ってくるね。できたね。やっぱちょっと心配だから、もちろんそうだよ。親は頑張んなきゃいけない部分はある。でもその信じるっていうことと信じてもらえたっていう経験とできたっていうことはやっぱりこうスモールステップでもその子に合わせてねやっていかないと。そう大きいよね。そうできたって経験すればもう次安心じゃん。この子はできる。で自分はできるってことだもんね。でできるで裏切らないよね、そこは。そうまあダウン症の子はね慣れてきた時が危ないんだけどやらかすから。まあそれでねまたね成長が促されればねそれはそれでいいと思うけどね。でもなんかこう小さな不安と戦いながら安心感を行動で得ていかないと、なんか依存しっぱなしでいると執着無心、相手も幸せにならないし、だって私どうすればいいと思う？この彼氏この人と付き合ってもいいと思う？とかさ、なんか結婚しようと思ってるんだけどこの人でいいかなとかいちいちそうやって聞かれたらさ、彼氏ならない。そうね。そうすると友達関係も破綻するのよ。なんか友達からすると、そこの決定権を自分がしちゃったら何かあった時に責任を持てないもんね。そうあなたの人生に責任はやっぱり他人は持てないじゃない。そうやって責任を押し付けるって友達に対してとても失礼なことだし、怖いよね。そしたら安心してお付き合いできないじゃない。そう友達できないんだよ。そうあちょっと距離を置こうってなっちゃうのよ。そうだね。それをしてるんじゃないのっていうところにやっぱ気がつかなきゃいけないし、自分で決めていい、その力はあるっていうところを取り戻してほしい。そうね。お子さんがいなかったりとか私なんかはやっぱり嫌だったんだよね。その魂が感覚的な人間だから怖いなんだよね。魂が成長したいっていうふうに。でずっとなんだろうと思ってて、ようやくこうかっていうのでこう調整していって、で自分の中で頑張って解決の糸口見つけたじゃん。そうなんだから依存してないのよ。でそうしたらこの間ねかおちゃんにも言ったけど実家に帰ってさ、父親が急にさ大人の話をしだすんだよね。私実家のお墓のこと全部その親に丸投げだったしでもここに来てお墓はこうでこうでとか全部話し出して不思議な、だから言って大丈夫なんだっていうものをまとい出したのよ。そう非言語的な情報の方が相手に伝わるから、言葉よりも、だからちょっと前まで私さ、人の死とか、そういうのに遠いんだって言ってたじゃん。でもお墓ってそういう風になってるんだ、そこに親は入れてほしいんだ、でもしどっちかが先になった時はこうしてほしいんだとかっていうのを全部話をしてくれて、結果一番最後に私に話をして、こういう話ができてしたかったんだってまで言われたんですよ。ってことは心配かけてたんだよ。そういう話ができない娘に対してね。でだから今回良かったって言って、そういうなんていうの会話をした試しがなかったから、そうやって成長を妨げるような育て方をしてきた親ですら、大人になったら、で成長してみたら変わるでしょ。そうなんだ。こっちが変わると、相手が変わるっていう体現を私はしたんだよね。そうね。変わるね。変わるのよ。そうなのよ。
だからそれで私はそういう話をしてもらって子供として嬉しかったし、父親のその安心した本当になんか安心したような顔をしたんだよね。その時に嬉しかったし、相手って本当に変わるんだなって思ったね。やっぱり父親ってこう男親だから女の子は分からない場合もあったし、なおかつその中でその夫婦のお父さんとお母さんのその関係性というか、もうなんかそういうことなんだって、大人目線で見れるようになるからね、夫婦の男女の関係として目で見てるんだよ、そう今までは子供から、お父さんお母さんっつって見てただけだったんだ。そうそうそう、だから父親が子供とか恐怖心とかが強いっていうのもそうだったんだけど、母親の方が私は強いと思ってた。子供目線ではね、子供目線でうちのお母さんの方がうちは強いんだって思ってたんだけど、僕って母親の方が父親に依存してて、やっぱ父親が恐怖だからそういう関係が見えて、でも私はそこに関与はもう夫婦のことだからねしない、子供としても自立を、そうだからね、自分が思ってる両親って実は実態の違う可能性があるね。そうある、目線が違うくなったんだろうね。家族の中ってなんか同じ情報を共有してるように見えるじゃん、愛情の巡りもね、含めてね、だけどこの間私も兄とね話をして、私が親からどういうふうに思われて育てられたかって、私がこう感じてたよっていうことと、兄が両親が私にどうしてたか見えてた像があまりに違ったんだよね、話をしてる。だから俺はお前の方が愛されてると思って見てた。いやちょっと待ってって2人で情報をちょっと整理してみたい。そうすると子供側から見えてた、兄から私から見えてたものと、親っていうもののその夫婦の問題っていうものとか、親の個人の問題っていうことがすごくこう変わったんだよ。そんな風に思ってたんだ。なるほどね。本当にその立場に立ってとか言うけど、本当にね分かんない。相手の立場に立って考えているようでいて、自分の主観でしか見てないから、それ事実ではないんだよ。そうだね。だからそうかもしれないからこうしようとかっていうんだったらまだ分かるけど、聞いた方がいいの、やっぱり。そうだよね。そう大きかったね。自分で生きていく力があるっていうことを、自分は考える力があるっていうこと、考えちゃいけないって思ってたりね、思考停止してたりするから、その力がある、それを、あと自分を尊重していい、欠点があろうがなかろうが、どんな自分もちゃんと自分を守って自分を大切にするっていうことをちゃんとできるようになると、この依存と執着は自然に消える。消えるのよ。適度な距離感で人ときちんと、そうね。し、なんだろう、物に対してもね、お酒もね、そうね。だからね、心整えるとお酒の量減るのよ。あんたでしょそれ。私、自分の気持ちを相手に言えなく、理論理屈では言えるけど、本当の自分の感情を伝えることができなかったのね。だから抑圧がすごかったんだよね。だからね、お酒飲んでね、ちょっと解放を促してたんだけどね。だからね、本当に立ち悪い酔っ払う立ち悪い女でございました。それはさ、お酒の力で促したとしても、一時的なの。そうだね。だって酔っ払ってる時にしか、しかもそれ少しだもんね。で、言いたかったこと言えたとしても、でも酔っ払い立ち悪いなって逆に自分のイメージも損なってるじゃない。だから解決しないし、状況は悪化してる。でもなんかセラピーとかで心理のことをやることで心が整っていったら、抑圧しなくなるから、飲まないし、酔っ払って吐き出すっていう行動が全く必要なくなるから、本当にね、適度にしか飲まなくなるの。そうだね。なんかもうさ、最近ビール減らないねとか、減らないねって言って。
本当にね飲まなくなったし、そうね、だからこう、なんていうの、本当の嗜好品になっていく。そうそうそう、どっちでもいいみたいな。そう、味わいたいから飲む。そうね、そう酔っ払うために飲むんじゃなくなるんだよね。だから酔っ払って感情解放して立ち悪い飲み方するなっていう人がいたら、この人どんだけ本音抑圧してるんだろうって、そう思うとなんかその人のことをもっといたわってあげたくならない。抑圧してるからじゃあもっと話聞いてあげようかな。話したければのでそう適度なね線引きが大事。そうそれはやりすぎるとそう共依存になるから逆にねなっちゃうね。恋愛のあの人じゃないと私ダメなのって、多分一回紙に書いて何がダメなのか、なぜこの人じゃないとダメなのかとか、ちょっとこう俯瞰した方がいいからね。それ事実じゃないからね。夢のないこと言ってるかもしれない。ね、恋心って理論理屈じゃないし、惹かれるものってあると思うけど、今惹かれてるからね、その人に。そう今その人のメンタルで惹かれている。だから旦那こう見てて、ああ昔の私はこういう人をに惹かれたんだな、本当に。ああなるほどね。そういうことじゃない。そうなるほどねみたいな。今だったらもうまあいいかみたいな。だからそれはもう今度いいかどうかっていうかさ、ね、あれだけど、面白いよね、そういう見方だもんね。今この人に惹かれている理由は何なのか。そうなの。依存してたらどういう理由が出てくるんだろうね。なんで依存してるかな。だからさっき言った自己重要感がなくて依存してるのか、成長できない自分、自立できてない自分を庇護してくれるタイプだから、だから飲んでもらってくれるのか。そうだからそういう人が自立した女とは付き合えないのよ。そうだね。だってじゃあ僕必要ないとかなっちゃうじゃん。自分を必要としてくれるって思えるから、その子がいいと思うわけでしょ。そうだね。そうやっぱそう欲しいものをくれる人と引き合うわけだから、そうだね。だからね、好きな人が変わるの。うちはもう別れる別れないと。もうね、ご夫婦でもう結婚してる人はモラハラもないし、別にこう害はないから泣かされることがないんだったら別にね、そういうことを分かっていて、それでじゃあ自分はどういう人生、子供もいないしね、だから人生の楽しく、そこにだからこれ今フリーの人、これからパートナーを見つけたい人は、自分のその自立できない気持ちとか、自分には価値がないとかね、求めてもらわないとか、自分の価値を認められないとかっていうものを緩めていったら、好きになる人が変わるんだよ、タイプが。そうだろうね。やっぱり私なんであの人のこと好きだったのみたいになる。前絶対好きにならないタイプの人に今度付き合うことになったとかって変わるんだよね。そうだろうね。だからさ、どういう本当に大きいことで言うと、人生を送りたい、そのためにこういうタイプの人との方が老後とかずっと長くどういう人といて楽しいかなっていうふうにちょっとこう考えた方がね。そうね。のためには自分がどうあるべきかだもんね。うちの母はさ、若い頃は何にもなんか難しいことわかんないって、引っ張ってってくれる人、愛してくれる人って言ってうちの父と結婚して、でうちの父はイニシアチブを取りたいタイプだったから、わかんないって言ってくれる女性と結婚したわけじゃない。そのくせにお前には自分の考えがないのかとかね、言い出すわけよ。そうすると言われる方はじゃあそれ持たなきゃいけないのかなってなってくるわけで、ニョキニョキニョキって自立心が湧き出てきて、自立しだしたわけ。どんどん合わなくなってって、そう破綻したもんね。じゃあもともとの潜在意識が違ったんだよね。と思う。それもあるよね。本当に何が自分が幸せなのか、で今表に出してある自分が本当の自分とイコールであるならばいいけど、違うのであればちょっとその辺はやっぱり自覚をした方がいいよね。
本当の私を見せたら価値がないと思ってた、本当の私っていうところ、そうだよね、ここが大事、そこを隠したままでこっちの自分と気に入ってくれる人と一緒だと、こっちがこうマグマが動き出すっていうかダウンできますからね。だって多分お母さん自立したってことは、もともとはこう引っ張っていく男性っていうんじゃなくって、やっぱり自立しそう、パートナーやっぱり自立したかったんだろうし、そうじゃなかったら湧き上がんないじゃん、そう、プライドは高いからね。そうだから自分が今見せているものが何なのかっていうのを見せつけられているのがその他人だっていうのもそこだよね。そう、どんな人が自分に好意を抱いているかとか、自分に近づいているかとか、自分に執着してるかっていうところで、おやおやおやで、そうね、もう自分のこの依存とか執着辛いっすみたいななってる人に、外から見るっていうのが一番そうだねかね。なんかセラピーすると自分でわかるのよ。まあね、あなたはこうですよってセラピストは言わないの。そうだね、セラピーってセラピストはこうしなさいはない、こうした方がいいとか、ああした方がいいっていうセラピーをやってるのはちょっと注意した方がいいっていうことは言っておこうかな。そうね、自分で気がつくんだよね。そうね、私そう言われたら怖いとか、こんな風なことがあったから私本当すごい悲しかったんだとか、だから自分に気づかせることが、なんで自分の価値を下げるような感覚をずっと持ってたのかって、そうで、そこを2箇所で中に置いとき続けると、ずっとそれを持ち続けることになるから、それをね解消するセラピーをするから消える。そしたら私って結構価値ある人間だよねってちゃんと思えるし、なんかその自分の価値を損なうようなことをしてくる人に対してはパッと線を引けるようになる。そうだね。セラピストはそれを気づきをこう促すというか、道を決める人ではないから。そうなの。決断も自分の意思でしてもらうので、だからそのままでいたいって言ったら、じゃあそのままでいたらいいんじゃないって、いいよそれでも。それにはこういいも悪いもないので、常にね、本当にどうしたいって聞くもんね。そうだね。全部そうだね。なんでかな、どうしてかな、どうしたいって全部聞かれる。でね、湧き上がってくるの。今ね、普通にしてる中ではわからないけど、そうね。なんとなくね、なんかそこはまあ不思議っちゃ不思議なと思うんですけど、まあでもその依存と執着、ずっと持ってたりするとやっぱりそういう人、結構不都合な人間関係が周りにいるので、それはやっぱりそうね、なんかこうもっと幸せになりたいとか、なんか思っているのであれば、まずは自分の解決っていうところを先に、執着されるっていうのもね、そうだね、するっていうのも、されるっていうのもそうね、ちょっとやってみるとやっぱり違うし、早いっていうことも分かるし、何分気持ちがよく寝れる本当にそうなんだよね。何分気持ちよく寝れるね。そうなのよね。自分の問題と相手の問題線引きできるので、全部振りかぶらないから、重くないんだよね。なんかね、責任の所在がはっきりするし、自分は自分の責任で、それを決める力がちゃんと自分にあるってことも自覚でき、それもまたできるようになり、自分の気持ちの中で決めて行動したことって自分の中で決着つくので、人のせいにもしないし、自分でやっぱり腹くくってるから、やっぱりもちろんさ、全てがいい結果になるとは限らないじゃない。それでもまあしょうがないかって、じゃあ次どうしようかなって、こうなっちゃったなって、やっぱ自分の中で全部こう解決ができるようになってる
消化不良はないね。そう、だからこうなったけれども、でも本当にそれが分かって、じゃあ次どうするかだから失敗はないんだよ。対策だけ。その次に来るのはトライアンドエラーでになるからすごく軽い。失敗したって自分に罰をつけるみたいなことがなくなるから、じゃあ次どうしようかな。まああって三角だよね。でもそれもトライすれば、あ、じゃあやり方変えてみようとか、なんかじゃあやり方変えたいけどどんな方法があるか思いつかないから、じゃあ何人かに話聞いてみようとか、調べようとかね、何をチョイスするかはまた自分が決めればいい話だから、そうすると自立してくる。失敗っていう言葉とかそういう言葉が怖くなくなってくるね。そうすると依存の執着もなくなる。そうだね。ずっと持ってると本当に自分をどんどん嫌いになっていって重くなって睡眠不足になって体もやっぱり壊すから、なるべくだったら早く専門的なことは専門家に聞けばいい話だし、お任せして白旗をあげた方がそうだよ、分かんないことがあっていいんです。いやそうよ。別に完璧でやろうとしなくていい。バカとかアホとかじゃない話だから。そうなの。ただの専門だから。そう。何でもかんでも理解できなきゃいけないことはないし、そんなことできるわけがないから。みんなだって教えてくれる。助け合って、助け合ってでも決めるのは自分。そうね。それをやっていけば消化不良なく便秘なく過ごしてね、明るく元気に。誰かがくれるものじゃなくて自分で感じることができる人生になります。そうね。まあ話を聞くだけだとね、なかなかできないこともあるけれども、それでね、話を聞いて、あ、そうなのかなとか、なんかこうちょっと聞いてみたいなとかだったらメッセージでくれても構わないので、ぜひね、私のモットーは楽しくなので、楽しく過ごしてほしいなっていうふうに思っています。かおりんはどうですか？私ね、結構ジャッジメントしなくなったから執着もされなくなってきたかな。そうね。依存とかもされなくなってきたかな。だからね、なんていうの、いろんなものが自分の中で、あ、ここ嫌だなって思っているものが取れて、鱗のように取れていくよね。あとね、他人の問題の決断を首突っ込まなくなったから楽。そうね。待ってられるの。じゃあどうしたいの？執着ないもんね。じゃあどうしたいって言って自分で決めていいよって言って、それ子供に対してもだし、だからどこの学校に行きたいの？そこに行きたい。じゃあどうしたらいい？そうなんだよね。だからピリピリしない生活が結構できるようにはなっていくので、ぜひね、一生ものです。本当に一生ものですので、これからこの後の人生でスパイルなんでって言いたいじゃない？言いたいじゃない？ずっと言いたいよかったからさ。顔も変わる。顔も2人とも変わったね。変わった。2人とも変わったっていうよう言われるっていうぐらい変わるもんね。また雰囲気も変わる。そうだね。まとってる雰囲気とか、もうなんか聞いてみたいっていうのをメッセージいただければいいので、いいねとかもしていただくとこっちも励みになるので、ぜひよろしくお願いします。ではまた。